ジュルルルルルルルブーンみたいな感じで、前もね、点検の時になんかバッテリーの電圧上がんないっつって寿命じゃないかって言われて、で交換したんだけど、最初は良かったんだけど、だからすぐダメになっちゃって、ダメになったっていうか、なんだ電気の使いすぎなのかな、どっかから導電してるのかな、よくわからない。この車11年12年だから、まあヒューズ交換でなんかもしかしたら効果出るかもしれない。でさらになんか特別なパーツらしいんで、それをちょっと施工してね、どんな感じにインプレッションしてみたいなと思います。では出発。はい、到着しました。まあ本当に効果があるかどうかわからないですけど、まあ、ちょっと古いんでね、車自体が、まあ、電気系ちょっとどっちにしてもヒューズとか変えようかなと思ったところなんで、これが古いやつ、あ、これですね、これが古いやつ。そうな、こういう風にはなってってしまうので、黒くなっちゃうのね、はい、先が。なるほどね、わかりました。いやちょっとお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。変えていきましょう。今回はエンジンルームのヒューズボックスと、あと車内の両方やってもらえるんですよ。なんかないと見ないもんな、ヒューズボックスなんて。しかもヒューズなんてね、切れなきゃ交換しないですもんね。そうですね。やっぱりヒューズっていうのが一番この電気回路の中で抵抗がかかるところになってってするので、切れないにしてもやっぱりその電気を流してすることによって、多少やっぱりここにその熱持ったりとかって負担かかってくるんで、どうしてもこのヒューズのこの真ん中のね、この部分っていうのは、まあ電気流せば流すほど、流れにくくはなってくるっていうのがあったりしますね。ちなみにこれをつけて具合悪くなったっていう車は今まであるんですか？基本的にはないですね。ないですか？はい。ヒューズ変わるだけで手軽っすもんね。特殊な工具はいらない。いらない。ラジオペンチだけですもんね。そうです。あとは差し間違いない。差し間違いないもんね。あ、そうですね。これ10分もかかってないですもんね。そうですね。これはまだね、楽なんです。あ、楽ですか？エンジンルームはね。エンジンルームそんなに本数もないし。あ、そっかそっか。これ国産車とかになると、これの倍以上あるんで。今までアルファの施工事例とかあるんですか？アルファロメオはそうですね、ミト、そうですね、まあこれも問題点してるし、あとはあれですね、ちょっと最近のジュリアとか。じゃあ実績はあるんですね。そうですね。半信半疑が多少ちょっとまあでもメーカーさんの顔が見えると安心ですよ。高いお金払ってね。でも全部で4万円ぐらいで済んじゃうんですね。そうですよね。1個1100円のヒューズを全特価にして、この α159 が生まれ変わるかどうかちょっと楽しみですね。バッテリーの負担って変わるんですか？ちなみにバッテリーは減りますか？ね。あ、減る、エンジンのかかりがね良くないんですよ最近。この前のバッテリーの時も言われたんですけど、なんかね満充電にならないとかなってないとか言って、エンジンの始動性がねあんまり良くないっていうかね、で今ねちょっと交換してもらったんで、ちょっと今気づいたこといいですかね？はい。トルクは上がった。あれ上がってる気がする。ちょっとスッと前に行くようなね。一足、この車もっさりしてるんですけど、レスポンス良くなった。ちょっとこれを教えてる時にちょっと良くなったんですけど。あ、よかったです。体感していただけて。あ、違う。違う。変わった。
あ、変わったね。あ、変わった。ああ、よかったです。確かにね、レスポンスはい良くなった。良くなった。あとはその、トルク感っていうかね、いわゆるアクセルがパーシャルな状態での、ちょっと加速っていうのも幾分かこう今までより前に出てくるような感覚が、そうじゃんね。そうですね、そうですね、はい。これなかなかなんだろう、コーヒーでもラーメンでもそうですけど、試飲とか試食しないとね、なかなか写真見せられてこれ美味しいんですって言われてもね、なかなか分かんないのと同じで。あ、やばいかも。でごめんなさい、最初ね、ごめんなさい、ほんとね、はい、高いお金、安くはないじゃない？そうですね、はい。本当に変わんのかなって半信半疑だったんですけど、あ、これね、踏むのは分かる。なんかで、燃費悪くなるっていうのも分かる。ね、ちょっと分かる分かる。こうね、例えば高速道路とかでもちょっと踏みたくなるっていうかね、はい。分かる。そうなんだ。アルファにもやっぱり効果はあるんだ。そうですね。むしろアルファロメオだからこそちょっと変えていただけたら面白いっていうね、はい。かもしれないですね。そうですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。乗った感じはどうでしたか？半信半疑だったんですよ、正直。半信半疑だったんですけど、変わった。恐るべしだった。フューズで変わるんだなと思って、そのアクセルのレスポンスがね、すごい良くなって、トルク感が増した。ちょっとびっくりしましたね。ちょっとびっくりした、本当に。この後もう一発びっくりしてもらわない。2発か。何ですか？何を作っていただけるんでしょうか。これは何ですか？こっちはアイスワイヤー。そうですね。マイナスのアース。バッテリーとボディをつないでるアーシングってやつですか？そうですね。一言でまとめるとそうですね。はい、ただアーシングって今までのあちこちに張り巡されるやつとはちょっと違うんだ。これは普通の車についてるんですか？そうですね。これもついてるんだ。はい。あ、ついてるんだ。これです。あ、これがそうなんだ。へこえ。れをさっきのに今度1本交換するだけでさらにトルクが増した。あ、そうなんですか。はい。ヒューズって結局そのバッテリーのプラスから流れて出ていく方のところにあって、でなんか電気使って、で車ってボディアース、ボディに落ちて、でそこからマイナスに戻ってくる方の今度回線の方で、それでぐるっと一周なので。これは金額に入ってるんですか？入ってますよ。入ってるんですか？なんかこういうパーツ高そうじゃないですか。思っちゃう。これもオートバックスさんとかで作られるんですか？これもそうですね。今取り扱いもしていただいて。あ、ここに繋がってるんだ、こういうのが。エンジンでかけてみましょうか。早速。どっちの方は効果的なの？どっちの方が効果あるんですか？両方。あ、両方。そうですね。結局その電気の流れがぐるっと一周のプラス側とマイナス側で結局ああ、そういうことなんですか。
増した感じちょっと増したは感じがある。ああ、パワー出てる。あ、変わった変わった。変わった。はい。一足発進からね、3000ちょ下ぐらいまでは変わった。一足からの加速、はい。時速2500とかそのくらいまでの間のレンジがトルクは増したっていう感じがする。もっさり感はさらに減った。はい。普通ここでもっさりしてて、なんかなかなか前に進まないみたいなね。それがね、スーって出るようになった。はい。吹き上がりはね、良くなったかな。なんか良くなったような気がする。吹き上がりが。基本的にアースを変えると、皆さんどの辺変わったっておっしゃるんですか？そうですね。やっぱりそのトルクとあとこの加速感ですよね。結局。はい。それがやっぱりこの車も変わるんだね。そうですね。やっぱバッテリー周りって大事なんですね。バッテリーのそうですね。やっぱり電気もかなり車にとっては大切なもので。大切なんだね。はい。変わりましたよ。変わった。こんなこと言っちゃなんですけど、想定外でしたね。正直言って線一本でそこまで変わるとは変わると、アクセル踏まないでもクラッチ上げるだけで車が進むから楽に走る。そうアクセルに足を置いただけで加速してくる。したらじゃあこれでとりあえず終わりですか？どうぞこっちどうぞ。そうですね。これは何なんですか？これはもうまさにバッテリーターミナルなんですけど、実際、ちょっとまあ車自体は今度NB っていう古いロードスターなんですけど、あれでその新品の純正を用意して、でそれで馬力測ってシャーシ代なので、でこのバッテリーターミナルだけを交換して、でそれでっていう馬力チェックしたんですけど、ロードスターで 8.6 馬力上がるっていう、これだけで、はい、新車状態で。そうです。なのでこれが、またさらにアルファロミオの走りマジですか？そうですね。これプレゼントしてくれるんですか？プレゼントしてくれるんですか？ありがとうございます。これはね、今ので驚いたのがこれとどめで費用対効果抜群。抜群？ちなみにこれいくらなんですか？27,000円に消費税なんで約3万円。3万円か。じゃあ今回の10万円の中にこれが入ってるわけですね。そうですね。言っちゃっていいんだ。言っちゃっていいんだけど。後でちょっと交渉します。まあじゃあまず試してみましょうか。そうですね。それ効果なかったらキャンセルでもいいですか？もう全然。じゃあ逆に買わなくていいよぐらい。本当ですか？じゃあちょっとつけてみますか。はい。これもオートバックスで売ってるんですか？これもそうですね。最近ここですら発売からすぐに20個ほど売れてます。そうなんですか。へえ。これもうすぐ売れちゃってなかなか供給が間に合わなくて、ようやく今ぼちぼち安定してきたんですけど、もともとこのアルファのに使ってるこのバッテリーターミナルって素材があんまり良くない。そうなんですか。コストのことを考えるとね、コストなんでないのかなっていう。これでも車としては問題はないですから。バッテリー交換するとき手順は普通にやる。全く変わらないですよね。走ってみたらさらに変わってるそうですね。じゃあもう一回よし。じゃあ行きますか。排気音変わってきてましたね。
なんとなくね。気づきました。あ、そうですね、気づいたそうですね。はい。俺これなんかね、いつもと違う音がすると思ったの。トルクはね、間違いなく絶対上がってる。あとレスポンスも絶対良くなってる。はい。ヒューズとアースとターミナル、バッテリーターミナル。はい。 3箇所変えたじゃないですか。でも想定ではどういう変化があるんですか？そうですね。今ちょうどこの車にもうまさに現れてきてる効果を、僕ら狙ってて、もう発進時からのもうその加速であったりだとか、音が変わったね。変わったよね。うちスキ上のなんていうの、砂利の駐車場なんですよ。でそこにずっと止めてるから、錆びてきたのか、エンジンそのマフラーの音がね、ちょっと乾いたような、ちょっと間抜けな感じの音になってきたなっていう感覚があったんですよ。はい、それが変わった。なんかなんていうの、低音、そうですね。ちょっと低い音が復活した。肉尺感はどうですか？そこまで肉尺感はね、最初よりはやっぱりヒューズ変えた時が一番変化が大きかったですね。こういう渋滞がね一番なんか太くないですね。そうですね。ほらこういう時にね、もっさりいく感覚がなくなったんですよ。ちょっと前に行ってくれるんで。そうやっぱ電源と大事なんですね。そうですね。あれですね。夜になればヘッドライトとかの明るさとかっていうのが変わります。変わってるのに気づくんじゃないかなっていう。今日変えてもらったのはどれですかね、したらね。ヒューズ、これ元についてたやつですね。元についてたやつ、何個変えたんですか？39個から約40個。40個。1箇所だけ電源取ってたのがそれを抜いてるんで。そうですか。あとはどれですか？あとはこの純正のバッテリーターミナル。このバッテリーターミナルですね。アースケーブル。でこれで今回総額いくらになったんですか？税込み10万と1930円ですね。リフレッシュもあるし、チューニングっていう部分でもチューニングっていう意味でね。そう考えると10万円っていうのは高くはないと思う。わかりました。せっかくメーカーさん来てるんで、ちょっとなんか。そうですね。ありがとうございます。アイスヒューズ、あとアイスワイヤーであったりとか、スーパーマテリアルバッテリーターミナルいろいろあるんですけども、僕たち今総称してその車の電気のチューニングっていうので E チューニングって言ったりとか、アイス加工みたいな言い方なんでアイスチューニングとかって言ってるんですけども、これをやることによってその車の快適性も上がるし、もうそういう加速だったりとかって走りのその性能の部分も変わってくるので、本当にね長く車を楽しんでいただけるようにってなると思うので、わかりました。おすすめです。ありがとうございます。どうもです。このワンカットでね、料金が安くなるんで。やばい。ありがとうございました。またなんか面白い車あったら教えてくださいよ。GTR 来てますよ。あれがセブン。今日つけてもらったこのパーツは、ヒデさんのところに来てもらえればもう問い合わせいただくときに、できたらご自身でフューズボックスの写真を撮っていただいて、それを一緒に添付してもらう、その時点で見積もりが出ますんで。なるほど。わかりました。あとはアース変えたいのであれば、長さと形状ですね。アースはその場で制作ができるんで。なるほど。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうもです。ありがとうございます。今ね、施工終わって帰り道ですね。なんかアルファ電気系統を
弱いし、なんかその辺で施工するのないかな、ネタになるのないかな、ネタにしないとさ面白くないじゃん。ネタにしたいなみたいな、そういう相談したら、ヒューズ変えたらからさ、ヒューズ以外もなんかつけたらみたいな話の流れだったんですよ。俺もほら押しに弱いからさ、いやあったらつけますかねみたいな、その代わり安くしてくださいよで今日つけてもらったんですけど、高かったっすねマジかと思ってさ。ただね、ちょっと電気系統がね心配だったんですよね。バッテリーのねなんかねかかりとかも、バッテリーとかもエンジンのかかりね、前からなんかね点検してもらうとね、バッテリー満充電になってないって言われたりね、エンジンのかかりがちょっとね遅かったり、なんかヒューズを変えるとね、だいぶなんかその辺の電気周りが改善されるっていう話なんで、馬力も上がるし登録も上がるからいい話だったから、じゃあやってもらおうかってなったんですよ。なんかちょうどメーカーっていうか問屋のメーカーの人がいたから、その人にいろいろ聞きながらやったんですけどね、横に乗ってもらってどうみたいな。そしたらね、体感はね変わりましたね。まあ、僕の場合だけど、プラシーボ効果だとは思えないんだよね。トルクはね確実に増したと思うんだ。1速から3速までのだいたいほら2000回転から3000回転ぐらいの間、この間のトルクがねすごい上がったんですよね。あとね不思議だったのがね、マフラー音がねそれも変わったんだよね。今ねオートバックスとかでも扱ってるんだから、まあ、変なバッタもんじゃないんだろうなと思って、まあ、とりあえずね今日施工してきてしばらく試してみたいなと